これがですねもうナンバーワンなんですけども、烏骨鶏のスープです。非常好喝。GQ 台湾的朋友们，大家好，我是 EXILE AKIRA。今天要为大家介绍我平时不可或缺的爱用品。デニムのセットアップです。僕はですね、スーツもよく着るんですけども、普段はとにかくデニムを愛用しております。これもアットラストさんのセットアップなんですけども、こちらのジージャンとね、ちょっとベルトもついてますけども、このスタッツのついたベルトなんですけども、ヴィンテージだったり過去のもののオマージュであったりっていうところもあるのかもしれないんですけども、ベルトもシンプルなものからこういったたまに遊びの入ったものから、バンダナをこうポケットに入れてちょっと見せる、それだけでねちょっとこう細かいところなんですけども、ふと後ろ姿おしゃれだなってこのバンダナ1枚で感じてもらえるポイントだったりもするので、そのタイムレスなものの中にもハイブランドの高級感に負けない高級感のこう質感だったりシルエットだったりというところを出してますので、僕の中ではもうデニムのセットアップはスーパーハイブランドですね。ブーツです。このウエスタンブーツは本当にスリムな格好もワイドな格好の時にも合いますし、フォーマルスタイルにも合いますし、カジュアルな時にも合いますし、スペシャルなんですが、見えるかな、ここにですね WRL for AKIRA、 これ2018年に作ったやつなんですけども、WRL さんがですね、僕のためにオリジナルで作ってくれたウエスタンブーツです。で、僕を思い返してみると、やっぱり中学校高校生ぐらいから好きなものってあまり変わってなくて、そういったねイギリスのファッションだったりアメリカのファッションだったり、アクセサリーです。アクセサリーも自分のねこう気分を上げてくれたり、たまにね自分のオンオフをつけてくれたりする重要なアイテムかなと思いまして、黒いレンズだと日差しが強い時だけにして、普段は少しね目が透ける、ちゃんとつけながらも目と目を見て相手とお話しできるように、このネックレスは面白いんですけどもカミソリなんですよね。僕なんかヒゲのイメージがあるんで、こういうのもチャームポイントでいいかなと思いましたし、赤い石が入ってるんですけれども、目が赤くて、ゴールドのフクロウです。フクロウのって、日本では不吉な意味合いだったり、あまり良くない意味合いもあったりするんですが、ヨーロッパとかアメリカとか海外では、知恵とか賢者とか、あとこのフクロウってそんなね真っ暗闇の中でも縦横無尽に動け回る、視野を広く獲物を定められる、そういうフクロウの意味合いを、自分なりにこう、自分の人生観とかいろんなものにリンクさせて、どんな困難があってもフォーカスを見つけてしっかりとその暗闇を切り抜けて、ピンチをチャンスにできるというようなね、意味合いもすごくフクロウと通ずるかなという自分なりのねそういったテーマもあったりして、時計です。海外に行く時なんかね、こういった携帯の時間とこっちの時間と、日本と海外とか使い分けたりだとかする時もあるんですけども、日本でいうとウブロさんですかね、材質とか、あとはもちろんデザイン性もそうですけども、ものすごくねクオリティが高いですし、重厚感がありますし、これはロレックスさんのこれはヴィンテージですね。今トレンドとか情報社会の中でもちろん SNS も発達してますし、そんな中でもこの色あせないタイムレスなもの、何か芯の通ったものっていうのはものすごく僕が好きなので、そういうものをね愛用することが多いです。続いては香水です。僕はですねエルメスのジュール・デルメスという香水を使用してます。今回GQ さんで撮影するということで初めて名前を見たぐらいなんですけれども、実はもう10年以上愛用してます。お店の人にいつものって言ってるので名前を覚えるのをこ
ついつい忘れてしまったんですけども、今回ねこの GQ さんの撮影でちゃんと名前も覚えることができました。基本的にはナチュラルにいつもいるんですけれども、何か気分を良くしたい時に、こういうものをねたまにちょっとつけて、出かけたりする時もあります。はい、この香りを言葉で表すのはどんな感じの香りなんでしょうか。これですか。なんすかね。いい匂いです。カメラ、海外に行く時とか、日本でもね仕事現場には持ち歩いてますけども、自分で撮る時もあればスタッフさんに渡して撮ってもらう時もあればします。で、僕が多いのはもちろんスチールも撮るんですけども、映像を僕編集自分で、することが多いので、例えば最近で多いのが、ライブ会場に行った時に自分で撮影したものだったり、スタッフに撮影していただいたものを掛け合わせて、ファンの皆様のために自分でねこう編集して、その一日のダイジェストとかお届けして、今ねこれシェシェ入ってるんですけども、ファミリーショットだったんで見せれません。はい、ワイヤレススピーカー、移動先で、ダンスの練習をしなければいけないって時にスペースでこれを置いて自分で、流して、練習する時もありますし、仕事柄やっぱりダンスミュージックだったりポップスだったり、聴いてますので、家に帰ってからはジャズとかクラシックを聴くことが多いですね。特に好きで聴いてるのはチェット・ベイカーっていうアーティストの楽曲は聴いてますね。はい、このサイズなんですけど、ものすごく音がいいんですよ。特にね音楽を聴く方とか、音楽を聴きながら心地いい時間を過ごしたい方などはぜひおすすめです。トレーニンググッズです。僕がねトレーニングするときに愛用しているアイテムは、まずねこちらボールに見えるんですけども、これはストレッチをするときに、体の凝ってる部分にこれをですね下に引いて、自分でグリ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 ってやるんですよね。これも内側の筋肉をこう鍛える、例えば座りでできるものであると、こうやってイメージで言うと、これが両足だとしたらこういうふうにね、でこれで1212、お尻の筋肉であったり腸腰筋っていうね股関節であったり、そういうところを鍛えられますので、これGQ エクササイズっていうサイトとかコーナー作るようでしたら、ぜひ僕をよろしくお願いします。次はファントン、炭水化物はエネルギーになるので、台湾もパフォーマンスしに来ることもありますし、日本でも、ライブの当日は僕はもう白いお米だけしか食べません。元気に活動できますので、これをね見てる女性のファンの方いらっしゃると思うんですけども、ダイエットをするときに必ず朝野菜を食べる、フルーツだけにするダイエット方法あるかと思うんですけども、僕はあまりお勧めしません。なぜならばエネルギーを入れてないとトレーニングにも集中できませんし、ハードワークに耐えれない体になってしまうので、ダイエットをする時にもしっかりと、本当に一握りでもいいんで白いお米エネルギーを取ってから、ランニングしたりウェイトトレーニングしたりすると効率のいいトレーニングができるので、よりダイエットの効果が得られます。続いてはここ台湾に来た時には必ず食べるこの3品なんじゃないかなと思うんですけども、まずはバオズ、野菜の肉まんもあるんですよ。おそらくこの丸が大きいのでね、肉だと思います。ビンゴこれはね日本の皆さんは珍しいんじゃないですかね。ヤーシェーっていう鴨の血のスープ、これが鴨の血です。いきます。ラーそしてナンバーワンなんですけども、ウコッケイのスープです。この中に入っている黒い鶏、日本で食べるのはなかなかないと思うんですけども、全部漢方の出汁で取ったものなので、非常好喝very good 刚刚介绍了我的爱用品，谢谢大家，下次见，拜拜。